はい。皆さん、こんばんは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい。本日もよろしくお願いいたします。皆さん、今日はどんな一日だったでしょうか。僕はですね、今日は疲れましたね。でも、別に疲れてるからといって悩んでたりしてるわけではありません。毎日全力で生活をしているので疲れました。ただね、今日もしっかり寝て明日も頑張りたいと思います。はい。皆さんは今日どんな一日だったでしょうか。それぞれね、学校とか仕事場でいろいろな出来事があったかと思います。はい。でね、このポッドキャストを夜寝てる時間に聞いてる人が多いと思うんだけど、今日一日、今日一日の最後にいい時間を過ごせるように僕も頑張りますので、よろしくお願いします。はい。最近はですね、東京はとても暑いです。で、東京が暑いっていうことを最近のポッドキャストでずっと言ってるんだけど、ただ暑いわけじゃないんだよね。ただ暑いんじゃなくて、湿度が本当に高い。もう湿度が高すぎる。うん。あのー僕、家に乾燥機ないんですよ。僕の家には乾燥機がありません。だから、いつも洗濯機で服を洗ったら、その服は、ハンガーにかけて干します。でね、服が乾く時間が長くなったんですよね。冬とか春とかと比べて、明らかに服が乾く速度が遅い。これ本当に不便だよ。僕はさ、洗濯機に服を入れて、服を洗ってから、すぐにその服を着たいっていう時もあるんだよね。そんな時に、うわ、まだ服乾いてないっていう状況になるんだよ。あれ結構不便だな。でね、乾燥機付きの洗濯機って結構高いよね。多分ね、結構高いと思うんだよね。だから僕はね、洗濯機に、それだけ高額のお金をかけたいと思わないから、ずっとね、ハンガーにかけて服を干すしかないよね。そう、だから、服早く乾いてほしいなっていつも思ってるね。で、夏はさ、温度が高いから、冬とかより早く服が乾きそうじゃん。なんだけど、日本の夏は湿度が高いから、冬と比べてね、全然服が乾きません。で、逆に、冬は乾燥していることが多いから、冬はね、結構早く服が乾きます。冬はね、本当に乾燥する季節だから、室内ではね、加湿器を使っている人が多いですね。で、僕もね、前回の冬の時は加湿器を買うか迷ったんだけど、買いませんでした。加湿器、私は買いませんでした。で、買わなかった理由なんですけど、二つありますね。一つ目の理由は、思ったより高額だったからです。思ったより高いんですよね、加湿器って。1個あたり、1万円とか2万円とかは平気でしますよね。で、それに、それに付け足して、二つ目の理由なんですけど、加湿器は結構スペースを取ります。結構ね、加湿器って、結構高額なものになると結構大きいんだよね。だからそういった大きいものを僕の部屋に置きたくなかったので、買いませんでした。ただね、冬は本当に、乾燥する季節だから、
ボディクリームとかをね、定期的に体に塗っておかないと、本当に肌もね、乾燥してしまいます。うん。だからね、僕は、前回の冬は加湿器を買わない代わりに、ボディクリームとかをね、買って、耐えておりました。はい。皆さんは乾燥する季節はどうやって乗り越えていますか？皆さんのね、知恵をぜひコメント欄で教えてください。はい。いやー、だからね、服がなかなか乾かないんですけどね。でもね、僕って、あまり服に興味がないんですよ。うん。あの僕のポッドキャストを、何回か見たことがある人だったら、気づいたかもしれないんですけど、僕って本当に毎日面白みのない服着てますよね。僕って本当に毎日、真っ白の服とか真っ黒な服を着てるんですけど、それほど僕は服に興味がないんですよ。うん。で、他人の服装にも興味がありません。うん。だからね、僕は自分の裸の状態が隠せれば、服は何でもいいと思ってます。正直ね。うん。正直僕はそう思ってます。で、僕が昔、ヨーロッパに留学してた時の出来事なんだけど、外国人の友達に、東京の人って、服がおしゃれだよねって言われたんですよ。皆さんって、そういう風に思ったことありますか？東京の人って、服がおしゃれなイメージあるんですか？ね。僕はその時びっくりしたんですよ。え、そうなのかなって思ったんですけど、東京の人の服装は何やら、どうやら、おしゃれらしいです。でも確かに、渋谷とか原宿とかに行くと、みんな着てる服が10人十色で、一人一人が本当に個性を持ってるんですよね。うん。で、この、日本人が、おしゃれになった理由、日本人が一人一人本当に個性を持った服を着ている理由っていうのを、僕は昔聞いたことがあります。はい。これね、何で見たか忘れちゃったんだけど、まあ、なぜ東京の人が様々なおしゃれな服を着ているのかという理由について、僕は見たことがあります。で、その理由なんですけど、え日本には日本人しかいないかららしいです。日本には日本人しかいないから、みんなの服装がおしゃれらしいです。うん。どういうことかっていうと、例えば、アメリカ合衆国を想像してみてください。アメリカって多民族国家ですよね。うん。白人の人もいれば、黒人の人もいますし、アジア人もいます。はい。で、本当にたくさんの、民族が集まった国がアメリカという国です。で、アメリカ以外にも多民族国家ってありますよね。だから、人によって髪の色や肌の色、そして目の色が違います。ただ、日本に住んでいる人は、ほとんどが黒い髪を持っていて、黒い目を持ってます。はい。つまり、一人一人の違いがあまりないんですよ。うん。一人一人の違いがあまりないからこそ、服装で違いを出そうとしてるらしいです。はい。これは、一仮説なのであんまり鵜呑みにしないでください。ただ、僕はそのような情報をどこかで見ました。はい。でも確かにそうかもしれないですよね。渋谷とか原宿とか東京の代表的な街を歩いてると、本当に一人一人全然別の格好をしてて、本当に東京の人はおしゃれです。うん。確かにそうかもしれないですね。はい。でね、あの、日本人が個性を出しているところって、服装だけじゃないんだよね。うん。日本人はね、結構たくさんの人が髪を染めてます。これも、さっき言ったことが理由だと思うんだよね。うん。みんな、全員が黒い髪を持ってるから、
おそらく髪を染めたくなるんじゃないかなって思います。はい。特に大学生になると多くの人が髪を染めますね。うん。まあ、ちなみに僕は髪は染めたことないです。僕の場合、髪を染めたら、そのケアをうまくできないと思うんで、髪は染めたことがないです。で、なんで大学生になったら多くの人が髪を染め始めるかっていうと、髪を染めても許される、時期がその時期だからですね。はい。まず、中学とか高校だと、髪は染めてはいけないっていう、そういう校則を設けている学校が、あります。うん。もちろんそういう校則がない学校もあるんだけど、そういう校則を持っている学校は多いと思います。で、大学生が終わった後、就職したら、あまり髪は染めれなくなるんだよね。会社によっては髪を染めることを、禁止している会社もあるし、社会的に見て、髪は染めてない方がいいよねっていう風潮があります。だから、高校生が終わって社会人になる前の大学生という時期に髪を染める人が多いなと思います。はい。で、東京の街を歩いてるとね、本当にいろんな色の髪を見ることができますね。ピンク色とか赤色とか、緑色とか青色とか、本当にたくさんの髪の毛を見ることができます。はい。でもただ日本人は、ほとんどの人が生まれた時は黒い髪を持っているので、日本人で、黒色以外の髪色の人は、多分染めてるんだと、はい、思います。そう、だからね、日本人は、髪の色とか服装で個性がたくさん出るんだけど、皆さんは、どういう場所で、服をよく買いますか？僕はね、本当に、服に興味がないので、えいつもファストファッションブランドで服を購入してます。うん。皆さん、ファストファッションブランドってわかります？日本の有名なファストファッションブランドはユニクロです。はい。皆さん、ユニクロって知ってますか？ユニクロって、世界中で店舗を構えているファストファッションブランドなんだけど、実はね、ユニクロって日本の会社によって運営されてるんですよ。で、ファストファッションブランドは、比較的値段が安いから、僕はね、ファストファッションブランドで服を購入することが、多いです。ただね、ユニクロって僕にとっては、ものすごい安い商品を売っているというわけではないんだよね。えーそんなに高額ではないんだけど、質が高い商品をユニクロは売っているっていう僕の中での、イメージがありますね。で、皆さんはユニクロに対して、どのようなイメージを持ってますか？ユニクロの服は結構高額ですか？それとも安いですか？実はですね、日本国内には、ユニクロと同じ運営会社のブランドで、ユニクロよりもっと安い服を売っているブランドがあります。はい。皆さん何かご存知ですか？はい。実は、そのブランドとは GU というブランドです。皆さん GU っていうブランド知ってますかね？GU はね、ユニクロと同じ運営会社によって運営されてるんだけど、ユニクロより安い製品、安い服が売られています。だからね、僕はその GU でもよく買い物をします。うん。やっぱり服についてあまり興味がないと、値段なんてどうでもいいんですよね、正直。値段なんて本当に正直どうでもいいんだよね。うん。だから、僕は GU に行って、服を買うことが多いね。うん。なんか、さっきまでずっと敬語で話してたね。うん。ちょっとこっからね、敬語じゃなくて、タメ口で話そうかなと思います。そうだね。だから、
日本の有名なファストファッションブランドといえば、ユニクロと GU だね。でも、僕はね、H&M でも買い物することあるね。H&M って確かスウェーデンの会社だよね。で、その H&M でも安い服を売ってるから、僕はそこで買い物をよくするね。うん。で、あと僕が知ってるファストファッションブランドはザラだね。でザラもヨーロッパの会社によって運営されてるよね。ザラはスペインの会社によって運営されてた気がする。ごめん。間違ってたらごめん。ザラってさ、スペインの会社だよね。うん、多分合ってると思うけど、間違ってたら、コメント欄で教えてください。間違ってたら、スペインの皆さん、本当にごめんなさい。そう。スペインに僕は行ったことないんだけど、いつか行ってみたいなって思ってる。うん。でもね、僕は僕の中でザラのイメージって、ちょっと価格が高いっていうイメージなんだよね。うん。ザラはね、ユニクロとか H&M と比べて、高額な商品を扱っているっていうイメージがあるな。うん。ただ、そうだね。世間一般的に見ればそんなに高くない商品なんだけど、僕の中では、高額ってイメージがあるから、ザラの店に入ることはあるけど、そこで商品を購入するっていうことはあまりない。うん。そう、あまりありません。そう。だからみんなはさ、何のファッションブランドでよく買い物する？僕はね、さっき言ったみたいに、H&M とか、ユニクロとかでいつも、買い物してるな。うん。で、海外と、日本で、やっぱり、人々が着てる服装って違うじゃん。うん。人が、国によって、流行りの服とか、人々が着てる服って違うと思うんだけど、えー、まあ、これは服じゃないんだけど、日本と、特に欧米の国とで、身なりで全然違うことがあって、それはね、サングラス。うん。あの、日本でサングラスをかけてる人って、あまりいないんだよね。うん。あれってなんでなのかっていうと、実は、日本人の目って、白人、欧米の白人の人と比べると、日光に強いらしいんだよ。そうらしい。だから、白人の人は、よくサングラスをかけるんだけど、日本の人は、あまりサングラスをかけないんだよね。で、本当にね、日本で、サングラスをかけてる人、あまり見かけないね、日中。うん。で、多分ね、あの、目が日光に対して、強いっていうこともあるんだけど、あとね、サングラスをかけてると、ちょっと周りの人から、怖がられてしまうっていうことがあるんだよね。特に、年配の人とかだと、サングラスの人を見ると、怖いなって思う人がいるね。ただ、僕は、そんなことは気にしないから、僕は、あの、サングラスいつもかけてるね。うん。僕、日本人の目と少し違うのか、眩しいの嫌いなんだよね。あの、太陽が出てるとさ、眩しいじゃん。うん。あれ、あまり好きじゃない。だから、結構、昼間は僕はサングラスをかけてるね。で、僕はサングラスもよくかけるんだけど、でもね、別に目が悪いかっていうと、目が悪いわけじゃないんだよ。実は、僕、結構いい目を持ってるんだよね。そう。僕の目結構いいんだよ。僕の目、結構視力がいい。ああの、僕の目の視力、右が1.5で、左が1.0です。良くないですか？ちょっと待って。え、皆さんの国で視力を測るときって、
1.5 とか1.0とかっていう数字使いますか？あれこれってもしかして、日本特有の数字の値なのかな？どうなんだろう？1.5、僕が私の視力が1.5ですって言って、あ、視力いいですねって思う？この数字って世界共通なのかな？どうなんだろう？とにかく、日本で視力1.5って言ったら、もう本当に一番いい部類に入ります。うん。で、僕はね、左が1.0だから、左はね、普通に視力がいいねっていう感じ。うん。で、この値は数字が高くなれば高くなるほど視力がいいっていうことです。はい。だから、えっと、目が悪い人は、視力が本当に0.05とか0.01っていう人もいるんだよね。だけど僕はね、ずっと視力がいい。で、僕今20代なんだけど、20代になると、周りの友達は結構な割合の人が、あの、コンタクトレンズとかメガネをつけてるね。うん。だからね、結構驚かれるんだよ。コンタクトレンズもメガネも使ってないのって結構驚かれることが多いんだけど、僕は人生で一回もコンタクトレンズやメガネを使ったことがないのね。うん。だから、これまでの人生ずっとそういった道具を使わないできたから、このまま死ぬまで、コンタクトレンズとかメガネは使いたくないなって思ってるね。うん。ただね、50歳とか60歳になったら、多分老眼になるから、いつかはね、メガネをかけなきゃいけなくなる時が来るんだろうな。うん。ちなみに、僕の、お母さんも、メガネやコンタクトを使ったことないから、多分、遺伝で僕の視力がいいんじゃないかなって思ってる。で、僕は右目の視力が1.5で、左目の視力が1.0なんだけど、結構ね、右と左で差があるんだよね。で、これね、僕の中で仮説があります。なんで左目の方が、右目のよりも視力が悪いのかについて、僕は仮説を持ってるんだよ。ああそれはね、僕が学生だった頃、勉強するときに、左目がより机に近かったからなんだね。ノートを取ってるときに、あの、ノートを取って、鉛筆で物を書いてるときに、左目の方が机に近かったんだよ。だからね、左目の方が視力悪くなったんじゃないかなって今思ってる。うん。ただね、日本の中では僕は本当に視力がいい方なんだけど、世界には、上には上がいるよね。うん。なんかモンゴルに住んでる遊牧民族の方とかの視力がすごいいいって聞いたことがあるんだけど、あれ本当なの？あれ本当？モンゴルの方いますか？モンゴルの遊牧民族でこのポッドキャストを見ていらっしゃる方いますかね？モンゴルの遊牧民族の方は、本当に視力がいいって聞いたんだけど、あれ本当なのかな？で、やっぱり、そういうのはね、遺伝によって、変わってくるとは思うんだけど、僕はね、日本の中では視力はいい方なんだけど、世界には、もっと視力がいい人がいると思うから、うーん、自分のレベルはまだまだだなって思うね。はい、そう思います。はい。そう。で、ファッションに関してはね、本当に、10人十色なんだけど、やっぱりその国で、受け入れられる服装と、受け入れられない服装ってあるよね。あの僕は結構いろんな友達がいて、あの、
僕の友達の中には、海外に留学したことがありますっていう友達が結構多いんだよ。うん。で、欧米の地域に留学してた女性の友達とかは日本に帰ってきて、ちょっと生きづらいっていうことがあるんだよ。で、特に服装のことをよく話してます。うん。あの、日本だとね、あの、海外、特に欧米の国と比べて、露出が多い服を着にくいんだよ。特に女性。露出が多い服を着てると、だらしないって思われることがあるんだよね。うん。だから、僕の友達は、留学から日本に帰ってきた時に、留学先で着ていたような服を日本で、着ようとしたら、その人のお母さんに、なんでそんな服装してるのって言われたって言ってました。で、そういう考えを持つ人って、僕今20代なんだけど、僕の年代よりももうちょっと上の年代だね。ちなみに、僕は別に、服装露出が多くても、特になんとも思わないね。でもただ、年配の人とか、結構年を取っている人から見ると、露出が多い服装はだらしないって見られることがありますね。でも、服装って本当にやっぱり、地域とか国とかによって全然違うから面白いよね。ま例えばさ、イスラム教徒の女性の方はさ、顔にスカーフを巻いて、できるだけ肌が露出しないようにするじゃん。あれも、地域とか、宗教による、服装の違いだよね。イスラム教徒の方、僕のポッドキャスト、どれくらいの方が見てますかね？うん。はい。だから、本当に宗教とか、国とか、地域によって、着られている服装とか、風習とかは違うから、本当に面白いよね。はい。こんな感じで服装について、いろいろ話したんだけど、僕自身はね、本当に、服に興味がないから本当は、あの、服について詳しくないです。だから本当にね、知ってるアパレルブランドも全然ないんだよね。で、毎日、朝出かけるときに、服を選ぶのが本当にめんどくさいから、だから僕は真っ黒とか真っ白とか、あの、服を選ぶときに考えなくていいような服をいつも買ってるね。で、みんなはさ、家に服何着持ってるの？うん。僕は何着だろうな。数えたことないけど、そこまで多くないんじゃないかなと思うね。うん。でもね、やっぱり僕、服に興味がないからさ、本当に壊れるまで服を着ちゃうんだよね。例えば、僕はね、靴下は穴が開くまで履きます。だからうん。本当に結構長い期間、あの、服を着ることが多いです。その一着の服を長い期間着ることが多いです。だからね、穴が開いたりとか、ボロボロになったりとか、しないように、そうなる前に服は買わなきゃなーって思ってる。うん。だからね、服もこれからももっとたくさん買わなきゃなーって思ってるんだけど、でもね、やっぱりファストファッションブランドで、買えばね、そこまで、お金もかからないし、今度久しぶりに、買い物にでも行こうかなって思ってます。うん。で、今の時代は本当にお金をかけずにいろんなことを楽しめるようになったよね。日本の場合は、円安だし、物価も、年々上がってはいるんだけど、やっぱり
安い料金で、楽しめることが本当に増えたと思う。代表的なのが、ネットフリックスとかだよね。あの、日本だとさ、映画を見るためには、1000円とか2000円とかかかるんだよね。一本の映画を見るのに1000円とか2000円とかかかります。うん。だけどさ、ネットフリックスって確か月1500円とか2000円払えば、ネットフリックス内の映画が見放題なんだよね。いや、本当に便利な世の中だよね。うん。ちなみにですね、僕はネットフリックスに入ってません。はい。こんなにネットフリックス便利だよねとか言ってたんですけど、ネットフリックスに僕は入ってません。僕あんまり映画見るの得意じゃないんですよ。映画、見れないね。映画みたいな、長い動画を見ることがあまり僕は得意じゃないんですよ。もちろん、YouTube で長い動画を見ながら別の作業をするとかはできるんですけど、それだけをずっと見続けるっていうのがあまり得意じゃないんですよね。やっぱり、最近は TikTok とか YouTube ショーツとか、本当に短い動画を見てしまってるので、それが影響したのかなって思いますね。だから僕は、Netflix にお金は払ってないね。うん。でもね、僕は結構珍しい方だと思うんだよね。僕の周りの人は結構ネットフリックスで映画見てる人が多いからね。だからね、結構僕はね、周りの人の話についていけないことが多い。やっぱりさ、その時期に流行ってるネットフリックスの映画ってあるじゃん。うん。そういう流行の映画にとかドラマについて全く知らないから、みんなの友達の会話に入っていけないことが結構ある。うん。だからね、その度に、ネットフリックス入ろうかなって思うんだけど、いや別にネットフリックスに加入しても、どうせ映画見ないからいいかって思っちゃうんだよね。うん。僕は、あとは、何のサブスクリプションを購読してたっけ？あまりね、僕は、サブスクはやらないんですよ。うん。前のポッドキャストで話したけど、筋トレに、筋トレをするためのジムには毎月お金を払ってるね。あ、そういえばね、僕は、あのサービスの会員です。僕はカーシェアサービスの会員ですね。カーシェアって本当に便利じゃない？みんなの国にもカーシェアのサービスはあるよね。最近、日本ではね、カーシェアを利用する人が本当に増えてきた。あの、東京に僕は住んでるんですけど、東京において、車を所有する意味ってあんまりないんですよ。東京都内とか、関東地方内の移動は、えー電車を使うことができるので、電車移動で十分なんですね。だから車はいらないんですよ。でもただ、どっかの地方に、旅行しに行きたいなってなるときあるじゃないですか。そういうときにカーシェアサービスは便利です。でさ、車を買おうと思ったらさ、すごいお金がかかるじゃん。で、車を買った後も、いろいろお金がかかるんだよ。日本の場合は、駐車場がないと車を買っちゃいけないから、その駐車場代がかかります。で、もちろん自分が所有してる土地に駐車場を、作っている人もいるんだけど、東京だとね、あの、駐車場をレンタルするのに毎月すごい高いお金がかかるから、やっぱりね、車を所有するって結構コストがかかることなんですよね。だからね、あと、
車を持ってると、定期的に、点検しなきゃいけないんだよ。で、その点検にもお金かかる。だからね、車を所有するとか、車を買うとかっていうことは、結構お金がかかる。だけど、カーシェアサービスを使えば、自分が乗った時間とか、自分が乗った、距離に応じてだけお金を払えばいいから、そんなにお金かからないんだよね。あれ、ほんと便利だよね。うん。でね、もう最近は本当にそのカーシェアサービスの駐車場とか、そのポートが増えてきたから、本当に僕の家の近くにも、すぐに、えー使えるカーシェアの駐車場がある。だからそこに、車が止まってて、いつでもその車に乗ることができるんだよ。いや、本当に便利な世の中になったよ。うん。ただ、土曜日とか日曜日とか、休日はね、あの、やっぱり予約で埋まっていることがあるから、それがカーシェアサービスの、欠点かもね。うん。でもそれが唯一の欠点かもしれないな。もちろんね、車を所有してたら、あの、別の人に乗られることなく自分が好きなタイミングで車を運転できるんだけどね。でもね、もう本当に最近は、すごいスピードで、カーシェア、シェアカーが置いてある駐車場とかポートが増えてきたから、そういった問題も、いつか解消されるんじゃないかなって思うな。はい。だから、シェアカーは本当に便利ですよ。僕は、旅行に行くときによく使ってます。旅行っていうか、そんなに、大きな旅行じゃなくても、友達と、どっかに遊びに行くときに、車を借りたりするね。うん。でね、僕は本当に子供の頃、小学生の頃とかは、車大好きだったんだよ。うん。特に国産車について詳しかったね。うん。だから僕は昔から、自分の車が買いたいなって思ってたんだけど、大人になってみると、車って必要ないなって思うようになった。うん、もちろんね、車を所有する、所有してみたいなとは思うんだけど、やっぱり、その、車の維持が大変だから、別にいらないかなって今思ってるね。でもただ、僕がそういう風に思うのは、東京に住んでるからかもしれないね。さっき言ったみたいに、東京では、電車がたくさん走ってるから、車を持つ必要がないんだよね。ただ、日本でも、田舎に行くと、車は必要不可欠だったりするね。東京だと電車が結構高頻度で運行されてるんだけど、うーん、田舎だとね、バスが1時間に1本しかなかったりとか、電車が1時間に1本しかなかったりするから、そういった地域だと、車は必要だね。で、特にやっぱり、面積が広い、北海道とかに住んでたら車は不可欠なんだろうね。うん。僕はね、人生で1回しか北海道に行ったことないから、北海道に住んでいる皆さんが、どんな暮らしをしているかわからないんだけど、ああやって結構広い、広大な面積があると、車は必要不可欠なんじゃないかなって思うね。だってさ、アメリカも車社会らしいよね。やっぱり、アメリカはさ、北海道と比べてももっと広い面積を持ってるけど、やっぱり、隅々まで電車が運行されてるわけじゃないから、車が必要なんだろうね。で、僕、最近知ったことがあるんですけど、最近知って驚いたことがあるんですけど、日本の本州って、
世界で、あの、7番目に大きい島らしいですね。そうらしいんですよ。で、北海道もね、北海道は、日本の中で2番目に大きい島なんですよ。はい。ちょっと今調べてみますね。はい。今、世界の、島のランキングを僕は今見てます。で、島と大陸は別のものです。で、有名な大陸は、アメリカ大陸とか、ユーラシア大陸とか、南極大陸とか、オーストラリア大陸ですね。で、世界で一番大きい島は何だと思いますか？はい、皆さん、世界で一番大きい島は何でしょうか？答えは、グリーンランド島です。うん、そうだね。グリーンランド大きいよね。で、2番目がインドネシアのニューギニア島らしいです。でさ、日本の本州が7番目なんだよ。これ結構意外な情報だった。結構日本って、日本の本州って世界の中でも小さい方の島だと思ってたから、結構びっくりした。で、北海道は、21番目に大きい島らしい。で21番目に大きい島ってことは結構大きい島ってことだよね。だから、北海道では、車は必要不可欠なんじゃないかなって思うけどね。そう。だからね、東京に住んでいるうちは、車は買わなくていいかな。で、僕はさ、将来的には東京以外の場所にも住んでみたいなって思ってるんだよね。別に日本に限らず世界のどこかにまた別の場所に住んでみたいなって思ってるんだけど、みんなの国では、車って必要不可欠。車がないと生活できないところもあるんだろうな。例えばさ、あの、東南アジアの、ベトナムとか、インドネシアとかだとさ、車以外にも、スクーターの数が本当に多いよね。あれ、面白いなって思った。うん、日本に比べて、スクーターの数が全然違う。めちゃくちゃ多い。で、僕は、インドネシアに行ったことがあるんだけど、スクーターの数が多かったな。うん。だから、国によって、必要とされる、えー乗り物が違うんだろうね。前僕のポッドキャストでも話したけど、日本は狭い道が多いから、軽自動車っていう4人乗りの小さい車が買われることが多いんだけど、東南アジアでスクーターが多い理由って何なんだろうね。うん。東南アジアに住んでいる方、理由を知ってたら教えてください。道は狭いのかな？でも僕、インドネシアとか、タイに行ったことあるんですけど、別に道が狭いなって感じたことはなかったんだよね。うん。でも、僕が感じたのは、交通量が多いなって思った。もちろん、その国内で、どの地方に行くかによると思うんだけど、インドネシアのジャカルタとか、タイのバンコクとか、そういう大きな都市では、本当に交通量が多かったね。だから、車だとさばききれないのかな。車よりも、みんながスクーターに乗った方が、交通において効率がいいのかな。どうなんだろう。ぜひ、理由を知ってる人がいたら教えてほしい。すごい興味ある。そう。あのスクーターって何歳になったら乗れるようになるんだろうね。僕が聞いたことある話なんだけど、ベトナムだと、
学校にスクーターで通ってる人がいるって聞いたことがあるんだよね。でも、何歳のことを言ってるんだろうな。日本だと、運転免許を取得できるのは18歳になってからです。僕はね、18歳の時に運転免許を取りました。はい。でも、運転免許を取得できる年齢って国によって違うんだよね。で、僕は17歳の時にニュージーランドに行ったことがあるんですけど、その時に、自分よりも年下の人が、車を運転していて驚いたのを覚えてますね。だから確か、ニュージーランドで運転免許を取得できるのは16歳とか17歳なんじゃないかな。ちょっと調べるね。やっぱりそうだね。ニュージーランドだと16歳から運転免許を取得できるんだよね。でね、日本だと、いろいろな年齢があるんだけど、そういった運転免許とか、大人になったらできることっていうのは、だいたい18歳とか20歳に設定されてることが多い。うん。例えば、タバコを吸えるようになるのは20歳からで、お酒を飲めるようになるのも20歳からです。日本だと。うん。でもね、運転免許に関しては、日本だと、結構ね、運転免許を取得するのにお金かかるんだよ。結構高額なんだよね。でも、他の国だと何円ぐらいなんだろう。僕の感覚として、日本の運転免許を取得するのにかかる費用は結構高いんだよね。あえーっと、まず日本の運転免許を取得しようと思ったら、一般的には自動車学校に通うことが多い。で、そこから、その後に運転免許を取得するための試験を受けます。でもね、総額でね、30万円ぐらいかかるんだよ。30万円って結構高くない？だってさ、アメリカのドルに直すと2000ドルだよ。2000ドルって結構高いよね。うん。だからね、日本で運転免許を取得しようと思ったら結構お金がかかる。でね、短期集中で頑張れば、20日で運転免許を取得することができるね。うん。ただ、自動車学校への通い方は、大きく2通りある。まず、一つ目の方法は合宿形式の自動車学校に行くことだね。うん。僕の友達でもこういうパターンの人結構多いんだけど、岩手県とか、秋田県とか、そういった比較的田舎の地方に行って、寝泊まりしながら自動車学校の、授業を受けたり、運転の練習をしたりしてる人が多いです。で、このパターンだと、短期集中で、運転免許を取得できるから、結構便利なんだよね。だから、短期集中で頑張れば20日くらいで運転免許を取得することができる。ただ、大学生とかだとそういうまとまった休みを取れるかもしれないんだけど、働いてる人とかは、そういったまとまった休みを取ることって難しいじゃん。だから、そういう人は、仕事とかの合間に、通え、自動車学校に通います。うん。で、僕も自動車学校に、通って運転免許を取得しました。うん。で、日本で取得できる普通車の自動車免許って、2つあって、1つはマニュアル車もオートマ車も運転できる自動車免許。で、もう一つがオートマ車しか運転できない
自動車免許なんだよ。で、えっと、オートマ車しか運転できない、自動車免許を取得する方が値段が安い。だけど、僕はいつか、海外に行った時とかにマニュアル車を運転するかなと思って、どっちも運転できる自動車運転免許を取得しました。だから、一般の人よりもちょっとお金を多く払って、そっちの運転免許を取得したんだよね。ただ、自動車学校を卒業してから、一回もマニュアル車を運転したことがないね。そう。だから、今のところ、高いお金を出した理由がないね。うん。でも、海外だとマニュアル車も多く運転されてるんだよね。特にヨーロッパ。日本だとね、ほとんどの車がオートマ車だね。で、運転免許を取得する人も多くの人がオートマ車だけ運転できる自動車免許を取得してると思う。そう。だけどね、僕はマニュアル車も運転できる運転免許を持ってるから、ぜひ海外でも運転してみたいなって思うな。で、だから僕は、海外で運転してみたいなって思うことはあるんだけど、国際免許を取得したことがないね。うん。で、僕は留学、ヨーロッパに留学したことがあるんだけど、その時は日本の運転免許持ってたんだよ。日本の運転免許を持ってたんだけど、国際免許は取得しませんでした。だから海外で運転したことはない。で、日本だと国際免許を取得するのって、比較的簡単らしいんだよ。だから、僕の友達は、日本で国際免許を取得して、海外で車を運転してた。うん。だけどね、海外で運転するのって緊張するよね。もちろん、交通ルールも日本と違うと思うし、やっぱり車線の違いが一番大きいと思う。日本だとさ、左車線を車が走るんだよ。だけどさ、海外だと右車線を車が走るっていう国多いじゃん。もちろん、イギリスとかニュージーランドとかは左車線を走ると思うんだけど、右車線を車が走る国も多いよね。だからさ、普段運転するときに自動し、左車線を運転してるのに、いきなり海外に行って、右車線を運転する自信があるのかと言われると、どうなんだろうって思うよね。うん。だから、海外で右車線を運転するときは本当に困るんだろう。緊張するんだろうな。日本で左車線を走ってるから、海外に行ったときに、逆走しないように気をつけないといけないよね。ただね、逆走って日本で、よくあることなんですよ。うん。そんなに頻繁に起こることじゃないんだけど、日本では最近高齢者の逆走っていうのが、問題になってるんだよね。うん。で、高齢者の人口が今日本で増えてます。理由は前のポッドキャストでも話したんだけど、少子高齢化だよね。えー高齢者の方の人口が、年々日本では増えてます。で、運転免許に年齢の上限がないんだよね、日本では。だから、80歳とか90歳になっても、えー自動車を運転している人が日本にはいます。で、結構多くの高齢者が、自動車を日本で運転してます。
で、だからね、そういった高齢者の方って、やっぱり運転の技術が落ちてきてるんですよ。でやっぱり頭がボケちゃってるきてる人もいるから、逆走する人がいるんだよね。で、僕もよく SNS で、高齢者による、逆走の映像っていうのをよく目にします。で、想像してみると、本当に怖いよね。ね、目の前からさ、逆走してくる車がいるとしたら、もう本当に怖い。高速道路とか、車が、速いスピードで走る道路だったらなおさら怖いよね。うん。でもただね、田舎とかだとやっぱり交通の便が悪いから、高齢になっても、車を手放せないっていう人が結構いるんだよね。うん。で、そういう、高齢者、の人たちが、いるのは本当に危険だから、日本では免許を返納するっていうことが結構お勧めされてるんだよね。高齢者になったら、自分が運転できないように、免許を返納するっていう人が、結構います。結構いるんだけど、全員が高齢者になったら運転免許を返納するわけじゃないから、未だに高齢者による、自動車事故っていうのは絶えません。うん。でね、最近もね、高齢者の方が運転する車に、自転車ごとひかれた、親子の、ニュースっていうのが日本では話題になりました。でね、本当に心を痛めるような事故なんですよ。で、やっぱりそういう風な体もうまく動かせない、自分の頭でうまく判断もできないような高齢者の方が、運転するとそういう、悲惨な、あの、事故も増えてしまうので、やっぱり高齢者になったら免許を返納するべきだなとは僕は思います。うん。でもただね、さっき話したみたいに、田舎とかだと、どうしても自動車がないと近くのスーパーにすら行けないとか、買い物すらできないっていう地方もあるから、結構ね、難しい問題ではあるよね。だから、自動運転とか、そういった、テクノロジーが進化してくるといいんだけどね。うん。でね、日本では、そういった高齢者の、うん、自動車事故が問題になっている割には、タクシーに対する規制が本当に強いんだよ。うん。日本ではね、あの、タクシードライバーじゃない人が、えータクシーのように、車を運転して人を運んでお金をもらうっていうことが基本的に許されてないんだよ。うん。だから、ウーバーとかグラブみたいな、サービスは普及してません。うん。でね、これも、あまり、理由はわからない。いろんな理由があるんだけど、タクシードライバーの人以外の人が、運転したら危険だからとか、そういういろんな理由があって、タクシードライバー以外の、タクシーの運営っていうのは禁止されてるんだよね。うん。だけどね、やっぱり、海外旅行とかに行くと、ウーバーとかグラブとかが本当に便利だなって僕は思うから、日本でもそのようなサービスがあったらいいなって思うけどね。一応、ウーバーのアプリは、日本にあるんだけど、ほとんどの車っていうか、すべての車が、タクシードライバーによって運転されてる車なんだよね。でもやっぱりさ、日本はこれから、人口が減ってきて、鉄道の本数も減ってくるから、あの、やっぱりそういった人手不足を補うためにも、そういう Uber とか Grab とかのサービスは導入した方がいいと思うんだけどな。その方がさ、えっと、田舎の、えーそういった、自動車がないと困るような地方でも、えーそういった問題が解決されると思うんだよね。うん。そしたらさ、高齢者の方も無理やり運転する必要がなくなって、
悲惨な事故も減ると思うから、いいと思うんだよね。うん。はい。いつもの僕のポッドキャストとは違って、結構真面目な話題を話しました。うん。はい。皆さんも、日本に来た時には、いろいろな交通手段を、使うと思います。新幹線とか、飛行機とか、タクシーとかバスとか、いろいろあると思います。その場所に合った、良い交通手段を選択して旅行を楽しんでいただければなぁと思います。はい。で、いろいろ話してるうちに、今日も時間になってしまいました。結構ね、僕も話してて楽しんでるから、時間が経つのが本当にあっという間なんだよね。うん。はい。じゃあ、本日も僕のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。ぜひ、次回のポッドキャストも聞きに来てください。それでは本日はこれで終わりにします。バイバーイ。